自分もですね、あちこちのね、こう、イベントに行ったり、お店に行ったりしてね、多肉をちょこちょこ買ってて、もうあんまりね、こう、刈らなくていいかなとか思いながら、今こう、時期がいいでしょ。時期がいいからね、ついついこう買ってしまうんですよね。ここにあるやつもね、そうなんですよ。これがね、ホームセンターで買った多肉なんですね。あんまりこれ見かけないんやけど、あれですかね、アースサキュレントさんっていうかな。なんか岐阜かなんかの業者さんっていうかあれなんですかね。なんかそういう風にちょっと聞いたんやけど、これがね、ホームセンターで売られてて、もういい加減ね、あんまり置き場もないんやけど、やっぱりこう状態がね、いいんで、買ってしまうんですよね。ほんとね。なかなかいいんですよ。で、ほぼね、ワンコインでですね、こう根付きであるんやけど、これがバイオレットって、これ結構好きなんですよね。こう見るとちょっとどうかなって感じですけど、こうやって見るとね、こう好きなのよね。こう、緑と、このオレンジっぽい色ですかね。こうコントラストがいいで、ロゼットの形も嫌いじゃない。はい。こういうバイオレット。バイオレットじゃあんまり聞いたことないからね、あれなんですけど、まあこういうやつね。ほぼワンコインして、こちらがね、2つ。こう、コブがね、特徴のあれですよね。レインドロップス。昔あんまり好きじゃなかったんやけど、なんか最近ね、こういったのもちょっといいなと思ってね、これが2つあったんで、こう買いました。こちらね、すごいコブ。ね、ホームセンターで買ったにしては、こう、本当にこう状態がいいなっていう感じですね。これが2つ。それと、こちらがね、これまあ前持ってたかな。ライムチリ。これまあ、緑一色なんやけどね。まあこういうやつも葉がこう充実してていい感じだからこれね、買ってみました。それと、これが、すごいですね。赤というか、何色かな。エンジ色近く濃いですね。これが、オータムフレームですって。ね、こういったやつがある。で、まあこういうふうにね、こうお迎えしたんやけど、イベントとかね、近くにお店のある方っていうのはこうね、比較的こういい多肉がね、買えるのかなと思うんですけど、お住まいの場所によってはね、なかなかイベントもないお店もないという方が多いと思うんですよ。で、まあ買う手段としたら、ホームセンターしかないという方もね、中にはいらっしゃるのかなというふうにこう思います。で、それで、ちょっと自分が思うね、ホームセンター狩りのこう仮のポイントっていうかね、自分が思うやつをちょっと今日ね、お話ししたいなと思うんですけど、まずね、やっぱこう大事なのはあれですね、どこのお店もそうですけど、入荷する曜日が決まってるんですよ。曜日がね。大体木曜か金曜が多いのかなという気がします。こう土日ね、お客さんが多いからですね。だから、そこのホームセンターの入荷の曜日をチェックするということですね。で、その曜日が分かったら、まあ皆さんお仕事もあるでしょうけど、なるべく早めに、例えば昼休みに行けるんやったら、昼休みに買い行くとか、本当はもう朝一番行くといいんですけどね、ほとんどの方が仕事もあるやろうから、まあなかなかそれは難しいのかなと。まあけど行ける方っていうのは朝一行くっていうのが一番いいと思うんですよね。とにかく、なるべく早めにお迎えするということですね。でないと、ほとんど、ホームセンターっていうのは、あれですね、日光不足ですね。だいたい室内に置いてるんで、まあ屋外に置いてたとしてもちょっとこう、屋根とかがあってね、なかなか、こう、日差し的には弱い。そういったところがあるんで、やっぱね、3日、4日しとくとね、だんだんちょっと、徒長していくんですよね。で、ホームセンターでよくありがちなんやけど、他の観葉植物と一緒にこう、バーっとこう、水やりこうされるからですよ。だから、それでなくても日光不足で徒長しがちなのに、さらに水やりをされてさらに悪化するっていうね、そういったことがあるんで、それを避けるためにもなるべく早めにお迎えする。なので、入荷曜日をチェックするということですね。そして、なるべく早めに買うということは、よりいいものを先にこうチョイスできるからですね。同じやつがあるって言っても、いい悪いっていうのはやっぱり個体差があるからですね。だから、それがやっぱ一番のポイントかなと思います。それと、まあ次はね、ま
当たり前だろうって思うんですけど、質の良いものを選ぶってことですね。ロゼットがパッカーンとしてないか、バーンと、例えばこれが、正しい状態とするならば、このロゼットが、こういうふうにこう角度になってるけど、例えば完全にこうなってないかっていうね。これ枯れかかってる葉やから、成長とともに外葉枯れるので、これが悪いってわけじゃないですよね。この葉が仮にこうとすれば、これがすでにこうなってるやつ。そういうやつはなかなか買わない方がいいですね。してあとこれは茎立ちするタイプじゃないんやけど、葉と葉の間、茎がビヨーンと伸びてないか、それが本当正しい姿なのかとかね。それと根がね、土付きの場合がホームセンターがいいから、根がこうしっかり張ってるかと。これ張ってますよね。こうしっかり張ってるか。ただこう土を入れただけとかいうケースもありますからね。だからちゃんと根が張ってるか、葉と茎と根ね、そういったのをチェックする。それと葉がね、パーンと開いたまんま、これがパーンと開いたまんま、この内側に変なテカリがあるのは危ないです。それはね、光が足りてなくて、テカってくるんですよね。これそうでもないんやけど、これもこういう形なんでね、こう開いてるってことでもない。で、これはもともとこういう感じのテカリがあるんやけど、本当にね、緑色でね、完全に緑色になってテカってるやつ、あれはね、本当危ない。光を求めて葉がパーンと開いて、これがテカってるから、そういったのに日が当たるとすぐ葉焼けするんでですね。だからそういったのを、チェックする。質の良いものを選ぶ。ロゼットがパッカンとしてないか、茎ね、葉と葉の間が伸びてねえかとか、根がしっかり張ってないか。だから、よっぽど欲しいものがない限り、質が良くなかったらやっぱりね、見合わせることが大事だと思います。見合わせることも大事。どうしても欲しいなら買うしかないんやけど、ただそれを自分が望む姿にするにはものすごく時間かかるからですね。そのものすごく時間かかってもいいって判断するか、次にいいものが入った時に、それをゲットするか、そっちの方がかえって早いかもしれんからですね。だからそこら辺は、自分自身でようね、考えて、どっちがいいかというのをね、考えて、お迎えするか否かっていうのをね、決めた方がいいと思います。それと、あとはね、あれですね、その多肉自体が値段に合ったものかっていうことですね。だから普段の相場も知っておくのが大事です。それと、例えば A というお店のホームセンターがある、 B という、ホームセンターがある。そこの売り値っていうか相場を知っていく。同じ、メーカーさんでも生産者さんでも A の店と B の店が、売ってる価格が違ってたりするんですよね。だからそういった、そこ土地土地の相場値か、お店がつける、値段が普段どうかなとか、今回ちょっと安くなってるなとか、そういったやっぱね、情報っていうのはやっぱり知っとくとね、無駄に高い買い物をしない、そういったことがね、あろうかと思うんで、そこない値段がどうなのかっていうね、して、値段もそうやけど値段に合った質なのかとかね、そういったことも、考えていくといいんじゃないかなと思います。ですのでちょっと自分が思うポイントとしては、入荷曜日をちゃんとチェックすると。でなるべく早めにお迎えする。で次は当然質のいいものを選ぶということですね。それと、それそのものっていうのが、値段に合ったものなのか、相場とかをつかむというかね、そういったこと、この3つぐらいがね、一つポイントかなというふうに思いますんで、今日はね、そういった話を、させていただきました。ちょっとせっかくなんでね、これ大体3寸ぐらいの大きさだろうと思うんですよね。大体3寸ぐらいかな。ちょっと微妙ですけどね、深さがないんで、これだったら A25、 深さこっちあるけど K の大きさが違うかな。だからこういったやつっていうのは自分コンパクトに育てたいから、これを、これに植えてみようかなと思いますけどね、このサイズね。それだけちょっと、こういったやつを植えるとどうなるかなっていうのだけ最後ちょっとね、植え替えだけしていこうかなと思いますけど、はい。今日お話ししたかったのはそのね、ホームセンターでの仮のポイントということで話をさせていただきました。で、ちょっと最後ね、これだけちょっと植え替えて、
植え替えた後を見ますかね。はい、ここで一旦ね、止めたいと思います。植え替えの様子っていうのはね、いつもの動画で撮ってるんで、今回はね、撮りませんでした。こちらの方ね、こんな感じ。これをこんな感じで植え替えました。ちょっと外葉のね、あんまりこう良くないようなところをこう取ってですね。で、ちょっと形をこう整えてこういう風にしました。それと、これがちょっとあんまりね、長いからですね、すごく長いので、これをハサミでこういう風にね、ちょん切って、普通はこれぐらいなんですかね。こんな長いんやけど、カメラが当たった。こんな長いんやけど、こういう風にね、ちょん切って、こういう風にすると、こうちょっとね、だいぶ収まりがいいからですね。こういう風にカットして、自分ちょっと置いとこうかなと思います。それと他のやつはね、これなんかちょっと寄せ植えにしてみようかなとこう思ってるんで、ちょっとどういう感じがいいか少し考えてね、後々これは植えていきたいなというふうに思ってます。はい、ということで、今日のね、動画を終わりたいと思います。ホームセンターでね、買った多肉の紹介と、今日はね、ホームセンターでのこう多肉狩りのこうポイントみたいなね、ところでちょっとお話をね、させていただきました。はい、ということで、今日のね、動画を終わりたいと思います。今日もお話がね、狩りとかそういったことのね、参考になれば、すごく嬉しいんで、はい、そうしていただけるとありがたいです。それでは、今日はね、ここで終わりたいと思います。チャンネル登録とかね、高評価していただけるとありがたいので、よろしくお願いしたいと思います。それではまたね、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。